嫁に風呂は使わせないわ。外の水道で体を洗えって言ってんの。わかりました。私は義母がニヤニヤと笑っている中、シャツを一枚脱いだ。インナーのタンクトップ姿になると、義母は私を見て震え上がった。ちょっと、どうして早く言わないのよ。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。夫の正人とはつい最近結婚したばかりだ。私たちの出会いは、とあるカフェだった。私はとても仕事熱心で、いわゆる朝活というものを会社近くのカフェでやっていた。毎日朝早くにカフェでビジネスマンとしてステップアップをするため、一生懸命自分のスキルを磨いて、いろんな知識を増やしていった。夫もまた同じく朝活をしている人で、私はよく夫のことを見かけていた。向こうもそれを思っていたらしく、私はある日声をかけられた。いつも熱心に勉強をされていますよね。え？いきなりすいません。私こういうものです。そう言って夫は名刺を私に渡してきた。私も慌てて名刺を渡す。〇〇で働いてるんですね。すごいですね。かなりの大手企業じゃないですか。いやいや、私なんてまだまだ会社に貢献できていないですから。それでも入社できて、働き続けているだけすごいですよ。これが夫との初めての会話だった。それから朝活に行くたびに挨拶をするようになり、一緒に勉強をするようになって、距離が縮まっていった。そして夫から告白をされて、私たちは付き合うようになった。私たちはとても相性が良かったようで、一緒にいる時間はすごく楽しかった。年齢も夫の方が3歳上なのだが、頼りがいがあって包容力もありながら、子供っぽい無邪気なところもあって、そのギャップがいい。私はどんどん彼に惹かれていった。私たちは順調に交際を続けていき、そして付き合って1年半ほどが経った頃、私はプロポーズをされた。俺がバツイチだということを伝えても、のぞみはそんなこと気にしないと言ってくれた。そうやって俺のことを全て受け入れてくれるのは、のぞみしかいない。俺と結婚してください。はい。よろしくお願いします。私は彼からのプロポーズがとても嬉しかった。たとえ彼がバツイチだとしても、私はそれが気にならないくらい彼が好きだったのだ。こうして結婚することになった私たち。すぐにお互いの両親に挨拶をしに行った。だがあまり思うように順調には挨拶は進まなかった。マサト君はバツイチということだけど、原因は何だったのかな。それはわからないんです。わからない。前の妻からはいきなり離婚をしたいと言われてしまって、何か改善してほしいところがあるなら言ってほしいと、何度も話し合いを試みたのですが、とにかく離婚をしたいの一点張りで。そうか。それほどのことを思わせる。何か問題が君にあったわけではないのかい？ちょっとお父さん、どうしてそんなきついことを言うの？一度離婚歴があるんだから、親としては慎重になるのは当たり前だろ。私の父と母はとても険しい顔をしていた。重苦しい空気が流れる中、彼はまっすぐに父の目を見てこう言った。のぞみさんのお父様とお母様がご心配になる気持ちもよくわかります。ですが、僕は本気で真剣に彼女のことを愛しています。必ず彼女をずっと守ります。だからのぞみさんとの結婚を認めていただけませんか？彼はそう言って父と母に土下座をした。そこまでの誠意を見せた彼のことを父も母も信用することにしたようだ。君の気持ちは分かった。娘をとても大事にしてくれていることもよく理解できたよ。もちろんまだ完璧に信頼できるわけではないが、マサト君、娘のことを任せたよ。はい、ありがとうございます。私は父と母が結婚を認めてくれてほっとした。私が思っている以上に離婚歴がある人との結婚というのは難しいようだ。基本的に私の親は優しくて穏やかなので、あんな風に険しい顔をするとは思わなかった。この結婚は
それくらいの覚悟を持たないといけないのだと私は悟った。そして次は彼の実家へ挨拶をしに行った。はじめまして、のぞみと申します。どうもはじめまして。マサトの父です。マサトがまた結婚できて安心したよ。罰がついたらなかなか結婚することは難しいからね。のぞみさん、マサトを選んでくれてありがとう。そう言ってマサトの父は頭を下げた。いえ、私が選んだなんてそんな。私はすっかり恐縮してしまったが、彼の父親はとても優しい人だなと思った。一方で彼の母親は物静かな人という印象だった。私たちが会話をしていても相槌を打つだけで、彼の父や彼が話を振ってもそうね程度の返事しかしない。そしてなんとなくだが、私のことをとても観察しているような雰囲気があった。もしかしたら自分は黙って私がどういう人なのかをじっくり見ているのかもしれない。そう考えるとそうとしか思えなくて、私は彼の母親の視線が少しつらかった。下手なことは言えない。失礼のない言葉を選ばなければ。そんなことを考えていると、あまりその場を楽しむことができなかった。まあ結婚の挨拶だから楽しむというのは違うのかもしれないが、普段ならもう少し初対面の人でも会話ができたと思う。私はかなり緊張していて、せっかく彼の父がいろいろと話題を振ってくれていたのに、あまり話を広げることができなかった。結婚の挨拶後、私はすごく反省していた。あんまりちゃんと自分が出せなかったな。私がそうやってぼやくと、彼は笑った。別に面接じゃないんだから。自分の子供が結婚する相手がどんな人なのかを見るだけなんだから、うまく立ち回ろうだなんて思わないで、ありのままを見せればいいんだよ。っていうか俺はちゃんと礼儀正しくてしっかりしている望みを見せられていたと思うけどな。そうだといいんだけど、私は彼にそう言ってもらえて少し落ち着いた。それから両家の顔合わせも済ませて、私たちは無事に結婚式を挙げることができた。結婚式ではお互いの友人や職場の人たちがたくさん参列してくれて、盛大にお祝いをしてくれた。たくさんの人に祝福されて本当に幸せだった。そして始まった夫との新婚生活。大好きな夫との暮らしは毎日が幸せいっぱいだった。私たちはお互いに仕事を頑張っているので、家事は最小限にしようと夫婦で話し合った。できる限り独身時代の生活スタイルと変わらないようにしたのだ。朝は一緒にカフェに行って朝活をしたし、お昼は前の日の晩ご飯が余ったらお弁当にして、余らない場合はおにぎりとスープ春雨とか適度に手を抜いたものにした。夜ご飯は副菜は作り置きをして冷凍庫に入れておいたものを解凍し、メインだけ軽く作るようにした。夜ご飯は一緒に作ることが多く、分担して作業をするから、調理で出た洗い物も並行して終わらせられるし、早くにご飯にありつけられる。そんな感じで、夫婦仲良く協力し合いながら日々を過ごしていっていたので、ものすごく楽しい時間を過ごせていた。だがそんな風に幸せを感じていた私だったが、とある存在によって、その幸せを邪魔されることになる。それは義母の存在だ。義母は毎日のように私にメッセージを送ってきた。最初は、結婚生活はどうとか、マサトはどうしているかしらなど、ちょっとした質問が多かった。私とコミュニケーションを取ろうとしてくれているのかな。そんなことを思っていたのだが、だんだんとメッセージの内容が変わっていった。今日はどんな晩ご飯を作ったのかしら。あれ、その副菜、昨日も出してなかったかしら。あなた同じものを連続でマサトに食べさせてるの？掃除はちゃんと毎日してるの？あなた家事をサボってるんじゃないの？綺麗な部屋でマサトは過ごせているのかしら。そのような質問攻めが毎日行われて、私は参っていた。そして義母に必ず晩ご飯の写真を送らなければいけなかった。早く食べたいのに、
いちいち写真を撮らないといけないのは面倒くさい。だが少しでもサボると鬼のように LINE が来るのだ。私は夫に相談をしようと思ったのだが、その頃夫は新規プロジェクトのメンバーに選ばれたそうで、家でも仕事のための準備などを進めていた。そうやって忙しくしながらも私と一緒に家事をやってくれていたので、そんな夫に余計な心配だったり負担になるようなことはしたくなかった。そのため私は一人で義母の対応をしていた。今思うとそれが良くなかったと思う。私も仕事をしながら家事をしているし、それなりに責任のあるポジションについているので辛労も多い。そんな中で結構なモンスターである義母の相手を一人でするのは難しかった。義母は私に容赦なく心ない言葉をメッセージで送ってきた。あなた、本当に女性なのかしら。普通はもっとちゃんと家事ができるはずだけど、どうしてそんなに料理のレパートリーが少ないのかしら。もしかして母親から全然料理を教わってこなかった。それとも母親もあなたくらい料理ができないのかしら。私の母のことまでけなしてきたので、さすがに私は腹が立った。いくらなんでもそこまで言うのは違うと思います。私たち夫婦には私たちの生活スタイルがあります。お母さんの言う通りに何でもかんでもするなんてことはできません。私はきっぱりとそうやって返事をした。すると義母からは怒りの返事が大量に来ていた。まるでスパムかのように大量に文句が来て、私はいちいち見るのも嫌だった。だから既読をつけずにミュートにしていた。電話については出ないようにした。きっと出た瞬間に大声で怒鳴り散らしてくるに違いない。仕事から帰ってきて疲れている時にそんな電話には出たくない。そのため私は基本的に義母からの連絡を無視するようになった。するとある日の休日に義母がいきなり私たちの家にやってきた。母さん、どうしたの？結婚してから3ヶ月も経つのに、あなたたち全然実家に来てくれないじゃない。きっと忙しいんだろうと思って私の方から来てあげたのよ。義母はそう言った後、私を見てふっと笑った。これは何か企んでいる。私はそう思った。そっか、俺仕事が忙しくて休日もあまり出かけることができなかったんだよ。ごめんね母さん。いいんだよ。そうだろうと思ってたんだ。仕事が落ち着いたら一回は顔を見せに来てね。ああ、わかった。それじゃあ今日は泊まらせてもらおうかな。泊まるの？だってせっかく来たのよ。車で3時間はかかる距離だし、この年で往復は結構疲れるのよ。そっか、俺はいいけど、のぞみは母さんが泊まっても大丈夫？こんな状況でノーとは言えないだろう。私が追い返したら、夫が私に対して不信感を抱くはずだ。義母はそうやって、夫のことを味方につけようとしているのだろう。私も大丈夫。じゃあ決まりね。今日は私が自慢の料理に腕を振るってみせようかしら。冷蔵庫には材料が何が入ってるのかしら。そう言って、義母は冷蔵庫を勝手に開けた。あら、何にもないじゃない。ああ、ごめん。昨日使い切っちゃってちょうどないかも。マサトがどうして把握しているのかしら。そりゃ俺も料理するからね。義母はちらっと私のことを睨みつけた。夫と一緒に料理をしていることは義母には言っていなかった。義母は私から視線を外すと、夫に、そう、じゃあ今から夕食材を買ってきてもらえるかしら、とお願いをした。ああ、いいよ。あ、じゃあ私も一緒に。のぞみさんには調味料の場所とか、フライパンの場所を詳しく教えてほしいわ。買い物なら俺一人で大丈夫だから教えてあげて。義母から私がいびられていることを知らない夫は悪気なくそう言った。わかった。私は夫と一緒に買い物に行くことができず、義母と二人きりになってしまった。夫が家を出て車を走らせると、
途端に義母は豹変した。のぞみさん、一体どういうことかしら。あなたマサトに料理をさせているの？信じられないわ。まさか掃除や洗濯もやらせてるんじゃないんでしょうね。私はここでひるんでは負けだと思った。ええ、やらせていますよ。それがどうかしたんですか？私がそう言うと、義母は目を見開いて怒った。あなたね、開き直るつもり？私何か悪いことしてますか？共働きなんですから、夫婦で協力して家事をした方が効率がいいじゃないですか。家事は必ず嫁がするものだっていうのは、もう古い価値観ですよ。義母は驚きながら、口をパクパクさせている。なんて生意気な嫁なのかしら。あんたを嫁にしたマサトがかわいそうだわ。私のメッセージに返事をしてこない時から怪しいと思っていたけど、とんでもない女ね。あんたなんかマサトと早く離婚してしまえばいいのに。義母はそうやって叫んできた。そんなことお母さんに決められる筋合いはないです。それよりお母さん、今日はとっても美味しい料理を作ってくれるんですよね。専業主婦なら、毎日働いている私よりも、手の込んだ美味しい料理を作り慣れてるはずですものね。私がそう言うと、義母は顔を真っ赤にして怒っていた。だが自分で墓穴を掘ったから悔しいのだろう。見てなさいよ。私がとびっきり美味しい料理を作って、あんたと違うってことを見せつけてあげるわ。鼻息を荒くしながらそのように言う義母。そしてほどなくして夫が帰ってきた。義母は食材を受け取ると、すぐに料理に取り掛かった。義母が作ったのは唐揚げだった。だが味は正直言って普通だ。どうかしら。美味しいでしょ。昔ながらの母さんの味はって感じだね。食べ慣れてる味で懐かしいよ。そうでしょ。義母は勝ち誇った顔で私を見てきた。のぞみさんとどちらが美味しいかしら。母さん、そういうのは比べちゃダメだよ。俺は母さんの味も好きだし、のぞみの料理の味も好きなんだから。夫はとても優しい人だ。どちらも傷つけないようにしている。義母は夫の回答に不服なようで、つまらなそうな顔をしていた。きっと自分の料理の方が美味しいと息子が言ってくれると思ったのだろう。じゃあ私、帰るわね。泊まっていかないの？思っていたより休めたし、家の布団の方が寝られるから帰るわ。拗ねた義母は、そうやって言って帰っていった。なんだよ、せっかくお酒も用意しておいたのに。それは私たちがゆっくりするときにいただきましょう。それよりも、私は夫に全てを話そうと思った。今までは忙しそうな夫に負担をかけまいと我慢していたが、こうやって急に義母に家に突撃されるのはたまったもんじゃない。私が今までの義母とのやりとりや、夫が買い物に行っている間にこっそり録音していた音声を聞かせると、夫は絶句していた。そんな、母さんが。ありえないな。のぞみごめん。今まで気づかなくて。お前のことを絶対守るって、お父さんたちに宣言をしたっていうのに、情けないな。私こそマサトに負担をかけまいと、黙って一人で抱え込んでしまっていたから。それにしても、母さんのことは許せないな。一回懲らしめてやらないと。夫はそう言って、何か作戦を考えているようだった。そして私たちは一度義実家に遊びに行って、そこで義母の本性を暴くことにした。私たちが来たので、義両親は嬉しそうに出迎えてくれた。やっと遊びに来てくれたのね。さあさあマサト、早く中に入って。義母は息子である夫が帰省してきたので喜んでいた。そして私のことは気づかれないように軽く睨んできた。それから私たちは4人で食事を楽しんだ。せっかくだから料理はせずに、みんなでゆっくりしようと義父が言って、お寿司の出前を取ってくれた。お酒とお寿司で最高の晩ご飯となったのだが、ここからが私と夫の作戦の始まりだ。夫はもう少しお酒が飲みたいと言い、
義父と一緒にコンビニまでお酒を買いに行くことにした。歩いて行かないといけないので、往復でだいたい20分くらいは歩く。私はその間、義母と二人きりになるので、そこで本性を暴こうとしたのだ。案の定夫と義父がいなくなると、義母は私に絡んできた。あんた、まだ別れてなかったのね。あんたのようなダメな嫁がマサトの足を引っ張るのよ。私が再教育してあげるわ。そうやって私を罵倒してくる義母。すると義母はいきなりこんなことを言い出した。ああ、そうそう。この後あんたお風呂に入ろうとしているのかもしれないけど、ダメだから。え、あんたに浴槽を使ってほしくないのよ。じゃあ私はどこで体を洗えばいいんでしょうか。外ね。え、外の水道を使って。は、嫁に風呂は使わせないわ。外の水道で体を洗えって言ってんの。義母はそんなことを言ってきた。わかりました。じゃあ外で洗いますね。ええ、そうしてちょうだい。義母は私のことを庭に連れ出した。じゃあ早速洗ってちょうだい。私は義母がニヤニヤと笑っている中、シャツを一枚脱いだ。インナーのタンクトップ姿になると、義母は私を見て震え上がった。あなた、その背中って。ああ、見えちゃいました。これ、私の父の組のなんですよね。どういうこと？あれ、言ってませんでしたっけ？私の実家、裏はまあ、そういう組織なんですよ。嘘。ちょっと、どうして早く言わないのよ。私、あなたに今までいろんなひどいことを。へえ、ひどいことを言った自覚はあるんですね。いや、義母は私を怒らせたらやばいことになると思い、今まで自分がしてきたことを思い返して、やばいと感じているようだ。マサトは知ってるの？もちろんじゃないですか。結婚してる旦那さんなんですから。そんな、まさか嫁の実家がそんな怖いところだったなんて。ガタガタと震える義母。そこに夫と義父が現れた。母さん、何やってるんだよ。マサト、どうして教えてくれなかったの？のぞみさんのご実家のこと。どうしてそんなに焦ってるの？っていうか、なんで庭でのぞみが寒そうな格好をさせられてるの？いや、それは。しらばっくれないでよ、母さん。俺はもう全部知ってるんだからな。今の母さんとのぞみのやりとりも、父さんとずっと見てた。母さん、無理やりのぞみに、外の水道の水で体を洗わせようとしていただろ。それは。しどろもどろになる義母に、義父が一言言った。嫁いびりなんかして恥ずかしくないのか？お前、そうやってマサトの前の奥さんのことも追い込んでいたんじゃないのか？義父の言葉に、義母は分かりやすく動揺した。お母さん、どうなんですか？私を怖い組の娘だと思っている義母は、情けない声を出した。ごめんなさい。許してください。もう嫁いびりなんてしませんから。義母はとうとう白状した。やはり夫の元妻が離婚を切り出した理由は、義母の嫁いびりだったそうだ。真実を知った義父は呆れ返り、義母に離婚を切り出した。義母は別れたくないと懇願していたが、息子の再婚相手のこともいびった時点で、もう救いようがないと言って、義父は無理やり義母と離婚をした。本当なら義母には種明かしをしようと思っていたのだが、すでに義両親が離婚して他人になったので、嘘を真実だと思い込ませたままにしようと思った。私の実家は普通の家庭で、父はただの会社員だ。私の背中から見えていた大きなタトゥーは、ただのシールだ。こんなわかりやすい嘘はバレるだろうなと思ったが、義母は意外にも単純だったわけだ。義母がいなくなったことで、私はとても平和な日々を過ごせるようになった。夫とは相変わらず仲良く過ごすことができていて、
義実家にも定期的に訪れている。これからも私は仕事を頑張りながら、夫と幸せな結婚生活を送っていこうと思う。君も嫁の立場だろう。嫁は他人なんだろう。だったら君もここにいる必要はないわけだ。ちょっと待って。私はあなたの妻なのよ。のぞみちゃんだってマサトの奥さんじゃないのか。それとこれとは違う。違わないよ。君ののぞみちゃんに対する言動は目に余るよ。私の母親は君をそんな風に存在な扱いをしたかい。君が嫌な思いをしないように努めていたはずだよ。この年になって君と人生を歩んできたことを後悔させないでくれ。私の名前はのぞみ、27歳。夫の正人と結婚して1年が経つ。夫は大学の同級生だ。結婚しても相変わらず穏やかで優しく、家事も積極的にこなす申し分のない伴侶だ。私たちにはまだ子供がいない。だから学生時代と変わらず2人で楽しく生活している。そんな順風満帆な生活に水を差す存在が義母である。義母はことあるごとに私を他人だという。義実家へ顔を出しても他人が来ると気を使うと言い、他人は召使いとばかりにこき使う。そして義母の態度を目撃した夫が物を申してもお構いなし。暇なのか電話をしてきては他人が電話に出るなんてと罵る。いい加減そんな義母が鬱陶しくなり、私も義母に他人として接することを貫いている。あなた、お父さんの誕生日パーティーに来るの？また嫌な電話がかかってきた。はい、正人さんと伺います。あなた、そこは気を使って断るべきでしょう。なぜですか？私は家族水入らずでお祝いがしたかったのよ。あなたは嫁でしょう。家族じゃないのにね。では、お父さんに直接、私は呼ばないでとお伝えしたらいかがでしょう。私はお父さんから誘われていますので。あなた、本当に気が利かないのね。あの人は気を使ってあなたを誘ったのよ。そのくらい理解しなさいよ。では、その旨、正人さんに伝えておきますね。ちょっと、マサトを巻き込まないでよ。巻き込む。夫婦なので話し合うことは当然ですよ。義母が夫に知られたくない理由は一つ。夫から義父に伝わり、二人が私をかばうことが気に入らないのだ。はあ、仕方ないわね。あなた、きちんと手土産持ってきなさいよ。初めからそのつもりです。5000円以下は認めないからね。金額の指定までするのか。正人さんと相談して決めます。義母はいつもこんな調子だ。また会ったら会ったでいびるいびる。これとは対照的に義父はとても穏やかで優しい人だ。夫は義父とよく似ている。義父はもともと不動産関係の職に就いていたから、私たちが結婚した時には今のマンションを紹介してくれたり、引っ越しを手伝ってくれたりと、とてもお世話になった。私は心から義父の誕生日をお祝いしたいと思うのだが、あのいびりばあさんと顔を合わせることだけがとても憂鬱だ。ただいま。思い悩んでいると夫が帰宅した。おかえり、お疲れ様。あれ？大丈夫？何かあった？あった。すごくあった。おう。あ、マジか。母さん。お察しの通りで。もうまたか。なんで電話出ちゃったの？スマホゲームやってて、かかってきた瞬間、ボタン押しちゃった。ああ、なるほど。で、母さん、なんだって？私はすべてを夫に伝えた。すると夫は大きなため息をついた。のぞみちゃん、ごめんね。正人君が謝ることじゃないよ。なんかさ、今まで全く気がついてなかったんだけど、母さん、性格悪かったんだな。
いや、それ、さすがに私、うんとは言えないよね。何か懲らしめる方法ないかな。父さんがもっと母さんにガツンと言ってくれればいいんだけどな。所詮さ、母さんは俺が何言っても聞かないんだよね。いや、マサト君もお父さんも相当言ってくれる方だと思うよ。だって、この間なんてマサト君、お母さんとバチバチの喧嘩になっちゃったじゃん。お父さんもはっきり言ってくれてるしさ。あのさ、父さんの誕生日パーティー行かなくてもよくない？え、そんなことしたら、お母さん、押しかけてくるでしょ。それはそれでまた、ね。はあ、そっか。まあ、今回の訪問でこれからのこと決めよっか。そうだね。結局、明確ないびり回避方法は浮かばぬまま、義父の誕生日パーティー当日を迎えた。マサト、おかえり。毎度おなじみ、私のことは無視。慣れとは恐ろしいもので、無視されても私は平常心だ。私たち夫婦が義父のいるリビングへ向かおうとすると、義母が私の袖を掴んだ。あんたはこっちでしょ。ちょっと母さん、何？マサトはゆっくり休んでなさい。パーティーの準備は私とこの子でやるから問題ないわ。問題大ありだろ。二人きりになんてしたら、母さん、のぞみちゃんをいびり倒すだろ。準備なら俺がするから、俺に言えよ。いびる。人聞きの悪いこと言わないでちょうだい。私はこの子を教育してるだけよ。だから、それがいらないの。で、何すればいいの？マサト君。お父さんの誕生日だし、私も動きたいから大丈夫だよ。でも、本当に大丈夫。ありがとう。義母は私の発言に、いびる気満々といった感じだ。これで私と夫が分断され、やりたい放題できると思ったのだろう。しかし、夫の方が一枚上手だった。夫は私から離れようとはしなかったのだ。ほら、母さん、早くやること言ってよ。じゃあ、この料理を運んでちょうだい。わかりました。俺も運ぶよ。その方が早いでしょ。ありがとう。その後も夫は義母が私に何かを言いつけるたびに、私の後ろをついて歩き、いびる隙を与えなかった。すると思い通りにいかない義母は盛大に切れた。いい加減にしなさい。何をするにも、どこへ行くにも二人で行動して。マサト、あんたは座ってなさい。なんで？私の思い通りにならないだろう。思い通りって何を望んでるの？あんたに気を使って、この子に何も指示できないじゃないか。は、母さんが気を使うのは俺じゃなくて、のぞみちゃんを気遣うべきだろ。他人なんて気遣うバカがどこにいる。嫁はね、所詮赤の他人なんだよ。赤の他人がうちに嫁いだんだ。教育するのは当然だろう。義母は顔を真っ赤にして私を睨みつけている。するとこれまで黙ってそれらを見ていた義父が口を開いた。そうか。嫁は赤の他人なのか。そうですよ。本来ならこの子があなたの誕生日パーティーに来ることだって許されないのよ。私は家族水入らずでお祝いしたかったのよ。なのにのこのこマサトについてきて。ずうずうしいったらないわ。あなたなら分かってくれるでしょ。義母は義父が味方についてくれるとでも思ったのか、とてもご満悦な顔をしている。そうだね。私もそう理解するとしよう。では、君は今すぐこの家から出てってくれ。ほらね、私の言った通りでしょ。早くマサトから離れて出て行きなさい。家族だけで祝うんだから。義母だけが義父の言葉を理解していないようだ。私はじっと義母を見つめた。何、ぼさっと突っ立ってるの。
お父さんの言ったことが聞こえたでしょ。聞こえてるよ。だったら今すぐ追い出しなさい。わかった。すると夫は義母の腕を掴んだ。義母はポカンと口を開けている。夫はそんな義母をお構いなしとばかりに玄関へ連れて行こうと腕を引っ張った。ちょっとやめなさい。何の冗談よ。いやいや、真剣そのもの。俺は父さんの言う通りにしてるだけ。あなた。義母は義父を見つめ、そして義父もまっすぐ義母を見つめている。君も嫁の立場だろう。嫁は他人なんだろう。だったら君もここにいる必要はないわけだ。今すぐ出て行きなさい。ちょっと待って。私はあなたの妻なのよ。のぞみちゃんだってマサトの奥さんじゃないのか。それとこれとは違う。違わないよ。君ののぞみちゃんに対する言動は目に余るよ。私の母親は君をそんな風に存在な扱いをしたかい。君が嫌な思いをしないように努めていたはずだよ。のぞみちゃんは昔の君の立場じゃないか。なぜ彼女を思いやれないんだ。この年になって君と人生を歩んできたことを後悔させないでくれ。この義父の発言に義母ではなく私が涙してしまった。義父の切ない思いが痛いほど伝わったから。父さん、このまま母さんを追い出すよ。ああ、仕方がないことだ。てっきり義母は抵抗を見せるかと思ったが、素直に玄関まで連行され静かに家を出て行った。のぞみちゃん、すまなかったね。いえ、せっかくの誕生日だったのに。こちらこそすみません。気にすることはないよ。あれにはお灸を据えないといけなかったんだ。私の誕生日に彼女がきちんと反省してくれればそれでいい。父さん、ありがとう。大丈夫？心配はいらないよ。結局、この日は義父の誕生日を祝うことなく私たちは家路に着いた。これまで義母には散々いびられてきたが、目の前で家を追い出された義母を見て複雑な感情が芽生えてしまった。義母は正直、自業自得といったところだが、義父のあの悲しそうな顔が頭から離れない。義父だってきっとあんなことはしたくなかったと思う。しかし、義母の言動には目に余るものがあったのもこれまた事実である。あのあと二人はどうなったのだろうか。私はその疑問を夫に尋ねた。お父さんとお母さん大丈夫かな？大丈夫だよ。何も心配することないよ。父さんは何も間違ったこと言ってないし。なんだかんだで母さんは父さんの言うことなら聞くからね。多分父さんはこれで母さんが反省の色を見せなかったら離婚を考えてるんじゃないかな。そうなの？だってすげえ意地の悪いことのぞみちゃんにしてたでしょ。あんな配偶者見たくないでしょ。まあ、そうだね。母さんさ、優しい母親だったんだけどね。なんであんな風になっちゃったのか正直わからないんだよね。確かに、夫の言う通り、初見の義母はとても優しい人だったように思う。結婚の挨拶で、緊張している私に優しく話しかけてくれていた。それがいつの間にかあんないびりばあさんになり下がった。私たちはその原因が何なのかわからずにいた。しかし後日、義父が義母を連れ、我が家を訪ねてきたことで全てが判明するのだ。それはたった一枚の写真から始まっていた。義父は家族写真をよく撮る人で、私と夫が結婚後、初めて義実家にお邪魔した時、義父が記念に写真を撮ろうと言った。これまで家族写真を撮る時はいつも義母が真ん中だった。しかし、その日の写真は私と夫が真ん中で、私たちを二人が挟む形で写真を撮った。これが義母は気に入らなかったのだ。正直、たったそれだけのことで、あんないびりをかましてきたのかと思った。私からしたら、
どうでもいい理由だ。しかし義母はそのことで家族ののけ者にされる。嫁に私の居場所を奪われる。とありえない思考を繰り出し、イビリモンスターへと変貌した。この理由を聞いた私と夫は開いた口が塞がらず、そして義父もこれには呆れていた。義母は御年60を超えるメンヘラばあさんだった。しかも私に謝罪すると言うから我が家まで連れてきたと義父は言ったが、義母の口から出るのはやれ義父が私に寂しい思いをさせた、写真を撮るときにこの人が北曽縁だなどなど、あげたらキリがないほどの言い訳と責任転嫁だ。見かねた義父が謝る気はないのかと尋ねると、小さな声でようやくごめんなさいと言った。今後この義母と付き合うためにはこの人を姫のごとく扱わなければならないのかとうんざりしたが、これは取り越し苦労だった。なぜならその数ヶ月後、義父と義母が離婚したからだ。この離婚劇をめぐっても義母がメンヘラを炸裂させた。義父から離婚を言い渡された義母はなぜか我が家へ突撃し、もう生きてる意味はないと叫びながら包丁を手に取った。てっきり追いかけてきた義父が止めるのか、それとも夫が止めるのか、どっちだと思っていたのだが、二人ともそれを静観している。義父は大きなため息をついて、もう息子夫婦に迷惑をかけるのはやめてくれと言うと、義母はわーと泣き崩れた。なんというか、義母は本当に激しい人だったな。義父があれだけ義母のことを気遣っていたのに、それに気がつけなかったんだね。その一件から義父は弁護士を挟んで義母と離婚した。すべての財産を折半するため、義実家も売り払った。そして現在、義父は私たちと一緒に暮らしている。私たち夫婦が共に仕事を持っていることもあり、家のことはすべて義父がやってくれている。義父は家事のスペシャリストだった。料理も美味しいし、すべてにおいてパーフェクトだ。義母よ、変な気を起こさなければ、ずっと幸せでいられたであろうに。愚かだな。そんな義母はワンルームのアパートを借りて暮らしているそうだ。そしてストレスから解放された私は現在妊婦だ。義父は孫の誕生を心待ちにしてくれ、自分が面倒を見る。と張り切ってくれている。そんな義父を見て少しだけ安心した。やはりあんな義母でも離婚したばかりの頃は寂しそうだったからね。孫がいつ生まれてもいいようにカメラを新調したんだよ。お父さん、気が早いですよ。ありがとうございます。早く会いたいな。父さんにたくさん写真撮ってもらおうね。うん。楽しみ。ああ、でも孫がセンターポジションだよ。のぞみちゃんは端っこだからね。大丈夫です。全く気にしません。義父は大丈夫そうだ。そんな冗談が言えるくらい傷は癒えたのかな。私たちはこれから家族4人、それぞれを思いやりながら、共に過ごせる時間を楽しく過ごしていきたいと思っている。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。